はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、オックスアウトでございます。さて、僕はね、iPhone が日本で発売されて以降、毎年発売日にね、iPhone を買い替えていて、今回も僕はね、iPhone 16 Pro の 256GB のモデル、ブラックチタニウムを買ったんですけど、今までね、僕のチャンネルでは iPhone についてレビューはしてこなかったんですが、今年はね、ちょっと言いたいことがあります。iPhone 16の目玉機能である Apple Intelligence の提供が、アメリカ以外では、来年になるっていうことなんで、iPhone 15から変わった点っていうと、少し大きくなった48メガピクセルのメインカメラと、あとは、このね、カメラコントロールボタンしかないんですよ。でも、これはこれでね、フォトグラファーとしては結構楽しみにしてたんですよ。新しいメインカメラは 1.14 分の1インチと iPhone 15の 1.28 分の1インチから約 1.12 倍大きいセンサーを搭載してます。センサーが大きくなったってことはね、歓迎なんですけど、ただ、このぐらいの差だと極端に画質が良くなったかっていうと、正直 iPhone 15と比較しても、ほとんど見分けがつかないレベルかなっていう感じではあります。最近は1インチのねセンサーを搭載している、スマホカメラもある中では正直ちょっとね、見劣りはしちゃうかなっていう感じはありますね。となるとやっぱり目玉はねこのカメラコントロールボタンかなと。要するにシャッターボタンなんですけど、スマホのシャッターボタンっていうと、昔からねソニーのエクスペリアには搭載されてますし、シャオミにもアタッチメントでねスマホにシャッターボタンを搭載してるんですけど、どちらも僕使ったことあるんですけど、写真を撮ってる感っていうのが大幅に増すので、スマートフォンの撮影体験を引き上げる、非常にこれはね魅力的な機能だと思ってました。でそしてね iPhone 16にも搭載されたこのシャッターボタン、これはタッチセンサーとかハプティックフィードバックを搭載してて、写真を撮るだけの、単なるシャッターボタンではなくて、カメラをいろいろ操作できる、Apple はこれをねカメラコントロールって呼んでます。そんなね先進的なこのカメラコントロールが他のメーカーのシンプルなシャッターボタン以上にスマートフォンの撮影体験を大きく向上させてくれるのかというと、これはね、ノーです。というか、僕個人としてはね、もうこれ最悪だと思ってます。詳しくその話をする前に、まずできることを簡単に説明すると、このカメラコントロールは物理ボタンなんですけど、他のね、ボリュームボタンとかと同様に、最後までこうカチッと押し込むっていうだけじゃなくて、軽く押し込むことで、ハプティックフィードバックのこう振動が返ってくる。いわゆる半押しっぽいことができるのと、他にもタッチセンサーを搭載していて、ボタンをこうやってね指で左右にスワイプして操作することもできます。でこれはいわゆるこういったミラーレスカメラのシャッターボタンのこう半押しと、押し込みと、あとは、だいたいこの前にねこういったダイヤルがついてると思うんですけど、これを一つのね小さいボタンに詰め込んだものって考えてもらえればいいと思います。例えば超広角から広角カメラに切り替えて少し露出を下げて撮影するっていうのをこのカメラコントロールだけでできるんですけど、ちょっとやってみましょうか。まずねこのカメラコントロールボタンをホーム画面で1回押すことによってカメラアプリが起動します。でこのカメラコントロールを軽く2回押し込んでメニューを呼び出します。でスクロールしてカメラを選んでもう一度軽く押し込んでカメラの選択画面を呼び出して、でスクロールしてレンズを切り替えます。そしてそこからもう1回2回軽く押し込んでメニューに戻って、今度は露出を選択したら、もう1回軽く押し込んで、そして、ここをもう1回スクロールすることによって、露出をこうやって下げることができます。で最後にカチッと押し込んで撮影と。はい。これはね、正直に言って使いづらいです。これと同じことを画面をね、タッチして行えば、正直1秒でできるんですよ。この手元により大きくてタッチしやすいスクリーンがあるのに、わざわざこのカメラコントロールでもう設定を変更するかっていうと、正直かなり微妙だと思います。
で、そしてね、ストロークがほとんどないので、かなりね、半押しっていうのがやりづらいんですよ。慣れないうちは多分ね、3回に1回ぐらいしかちゃんと半押しできないと思います。加えて、このカメラコントロールの位置がね、これかなり悪いんですよ。普通こうやってね、横向きに持って、写真を撮ろうと思ったら、だいたい指ってこの辺に来るじゃないですか。でも、カメラコントロールってここにあるんですよ。で、こうなってくると、特にね、動画なんか撮影してると、指が画面にかぶっちゃうのでね、すごく見づらくなるんですよね。で、そのせいで最悪なのは、こうやって縦でスマホを構えてると、指がね、このカメラコントロールに当たっちゃって、誤操作っていうのが頻発します。僕はね、何度もこうやって構えてね、撮影しようと思った時に、意図せず、レンズを切り替えちゃったり、あとズームしちゃったりっていうことがね、ほんと頻発しました。これはね、正直 UI としては本当どうなのかなっていう風に思いますよ。あとね、もう一つ、普通カメラのシャッターボタンの半押しって言ったら AF じゃないですか。このカメラコントロール、カメラを切り替えたり、露出とか、あとズームはできるのに、オートフォーカスはできないんですよ。いや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 、一番このボタンにあってしかるべき機能がないんかいっていう。ポートレートモードで、画面をタッチして、フォーカスポイントを選んで、で、半押しして AF するっていう、カメラとしてごく当然なことがなぜできない。本来ね、こういったね、レビューを行うとき、新機能のね、いい点と悪い点をちゃんとお伝えするべきだと思うんですけど、正直に言って、今のところね、このカメラコントロールに僕、いい点っていうのが一つも見当たらないんですよ。そもそも、このね、カメラコントロールって何か新しいことができるようになるわけじゃないじゃないですか。言っちゃえば、これまでできたことの単なるショートカットなんですけど、それなのにね、これまで通り画面を普通にタッチした方が誤操作も少なく、正確にね、カメラをコントロールできるんだったら、果たしてこのカメラコントロールの存在意義って何なのっていうね。しかもこのカメラコントロール、オフにすることができないので、撮影体験の向上どころか、今後はカメラを起動するたびに、指がね、ここに触れて誤操作をしないように気にかけながら撮影をしなきゃいけないのかなって思うと、ちょっと憂鬱ですらありますね。というわけで、この iPhone 16のカメラコントロール機能に関して言うと、個人的にはもう非常にがっかりな感じでした。今回の本当の目玉っていうのは、Apple Intelligence なんですけど、それが使えない現状は、正直ね、僕はアップグレードをする必要はなかったなっていう風に感じちゃいますね。特に iPhone 15 Pro からだと、そのアップグレードした恩恵っていうのは今のところ何も感じられてません。っていうか Apple Intelligence がアメリカ以外は来年からって言ってるんですけど、もしそれが仮にね、来年の春とか、下手するとWWDC までずれ込むようなことになるんだったら、iPhone 16はスルーして iPhone 17を待った方が正直いいかもしれないですね。この iPhone 16に Apple Intelligence が来るまでに、希望があるとすれば、このカメラコントロールっていうのは、サードパーティーにも開放される機能らしいので、もしかすると、もうちょっとね、こいつをうまく活用したカメラアプリが出てくるんじゃないかな。もしくは、標準のカメラアプリが、OS のね、アップデートでより使いやすくなるとか、そういったのを、待つしかないかなと思いますね。はい。というわけで、正直ちょっとかなり酷評にはなってしまったんですけど、そもそも Apple がね、この iPhone 16を Apple Intelligence のために設計された iPhone って歌ってるわけですから、その目玉機能がない以上は、あとはおまけみたいなもんなんで、こういう評価になるのも現時点ではしゃあないかなと。なので、Apple にはね、一日も早く Apple Intelligence を米国以外でもリリースしてほしいなと思います。はい。というわけで、本日の動画は、以上でございます。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。